でで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 でこれってまさかあれですか？もっちゅりんって思って期待してしまった方々、ごめんなさい。もっちゅりんなんか手に入りません。手に入るわけがありません。ねえ、もっちゅりん人気すぎてびっくりなんだけど、私はもっちゅりんの箱だけゲットです。中身は、ちょっと紹介していきますね。メンバーを紹介していくぜ。これマジで恥ずかったんだから、私、もっちゅりんのさ、列の前をさ、このもっちゅりんの箱を持って、もっちゅりんしたわけ。私、もっちゅりん手に入りましたけど、みたいな顔で、歩いてないよ。私はそんな顔してないんだけど、この箱を持っていることによって、なんかもっちゅりん、はい、持ってますけど、あなたたちもっちゅりんの列ですか？みたいな態度になってしまうじゃないですか。私の顔はこういう感じですよ。これもっちゅりんじゃなくて、みたいな、箱だけなんです、みたいな感じで、箱めっちゃ隠したかったんだけど、もっちゅりん顔で、はい、もっちゅりんしちゃって、めっちゃなんか恥ずかしくて。一人目紹介していくぜ。ハニーチュロス、ポン。二人目を紹介していくぜ。ポン。なんか、シュガーのやつ、ポン。三人目を紹介するぜ。ポン。なんか白いつぶつぶがついたやつ。ポン。4人目を紹介してくれ。ポン。なんかチョコレートのなんか上にシュガーのやつ。はい、この4人です。やめてください。なんか今言いました？なんか地味じゃねって言いました？この季節にさ、もっちゅりんじゃねえのかよって言って YouTube やっといて。そうなんです。こちら、何このメンツみたいな感じで思われた方、正解です。これ私が今まで食べたことないドーナツなの。ミス結構好きなんですけど、でも私ってなんか昔からその、癖っていうか、癖というか、生き方っていうか、なんていうんですか、なんか私好きなものを永遠とリピートする女なのね。だからその好きなもの以外にあんま挑戦しない、まあ簡単に言えば食わず嫌い女っていう称号を結構いただいておりまして、様々な各界から。それで、はい。食わず嫌い女が、食わず嫌いっていうか別に嫌いとかじゃないんですけど、好きなものがありすぎて、別に好きピがいて、好き度がいて、だからなんかこの子たちになんか手を回す余裕がなかったっていうのが本音なんです。で、この機会にちょっと好き度じゃない子たちもちょっと食してみようよっていう魂胆です。だってめっちゃ美味しいかもしんないじゃん。これとか多分全部人気のやつだよね、めちゃくちゃ。なんでこれらを食したなかったかっていうと今まで。これはなんかね、家族がめっちゃ好きなの、ハニーチュロは。だからなんか家族に2、3本買っていって、いつも私のものはなかったの。で、食べたことはない。で、これはなんでだろう、なんか気にならなかった。ごめんちゃい。で、これは、このなんか多分これココナッツなのかな、この上に乗っかってるさ、白いやつ。ココナッツパウダー的なことなのかな。で、私ココナッツがそんなに好きではないという、はい、あれと、あとこれは、チョコレートは、私ダブルチョコレートだっけ？なんかさ、ちょっと待ってね。なんかダブルでさ、もうさ、カメラの外から話し出すよね。もう耐えきれなくて。待てなくてさ、喋ることに関して。これは、チョコを、なんか上に乗せたやつがあるじゃないですか。ダブルチョコレートかな。それがめっちゃ私好きで、だから、この子に目がいかなかった。みんなごめん。みんな、いいよ別にお前に愛されなくても俺らは人気だから。そうだよね。わかりました。はい。ということで今日は今まで食べたことなかったけど、絶対人気あるやつらを集めてみたぜ。ということで食べていこうと思います。私絶対これはマジで食べたいの。まあ、全部食べるんだけど、これさ、だって私、マジで、兄、姉、母、みんな好きなのこれ。父はそんな興味なさそうなんだけど、だから本当に美味しいんだろうなと思っていただきます。あ、うまっ。なんか意外ともっちりしてる。うん。美味しい。味優しい。なんかすごいさ、優しいじゃん。なんていうの、なんかすごい意外とこの形だからなんか尖ったやつなのかなみたいな。なんか F4 で言ったら、この中だと、あれごめんなさい、私マジでわかんないの。見たこと、なんか1話だけ見たことあるんだけど、道明寺くんかなって思ったけど、これは花沢類くんな気がする。わかんないけど。うまっ。これ美味しい。あ、これはでも人気な理由がわかるわ。なんか、なんだろう、なんか、シャリシャリしてくるかと思ったの。カリカリ。そんなことはない。今回ね、皆様にね、久々にみんなを応援したいを開催しようと思いまして、みんな様のお悩み事をちょっと募集したんです、インスタにて。私はもうなんか、厳しい言葉が大嫌いな人生で生きてきたので、皆様には、もう応援というか、もう甘やかしたいっていう感じです、皆様を。みんなマジでもっと甘く生きていこうみたいな皆様からいただいたご相談に、私はもう、こういう意見もあるんだってぐらいの
広い気持ちで受け取っていただけると本当に嬉しいです。これ結構さ、新生活始まってさ、あるあるだよねというのがあるんですけど、雑談スキルが低すぎて友達ができません。転職したけどもうすでに出来上がっている輪に入れず馴染めない。休憩時間一人になれるとホッとする。転職先の職場の人とうまくコミュニケーションが取れないとかっていうご相談をいただいたんですけど、マジでわかるよね。本当にさ、私もなんて言うんですか、友達とかは自分の会いたい方と会えるじゃないですか。でも職場ってそうはいかぬって感じじゃないですか。学校とかもね。だから学校とかが苦手で、だったんですよ。学生の頃。大人になったらさ、恋人とか友達とかって選べるじゃないですか。気の合う方といる時間を長くこう取ることができるじゃないですか。大人になればね。でもマジで学生って大変だなって思うのが、いろんな人と仲良くしなきゃいけないじゃないですか。そんな能力普通さ、みんなないぜ。いや、ある人はいるけどさ、誰もが持ってると思うなって感じだよね。私はもうほんとクラス替えとか超苦手で、お腹痛くなるぐらい吐き気がするぐらい嫌いだったの。1年かけてさ、2年とかかけてめちゃくちゃさ、友達になったさ子たちとさ解除されなきゃいけないのみたいな、何このストレスみたいな感じで毎年ストレスを全身に受け取っていましたね。でも全然ストレスじゃなくて、むしろ新しい子たちと友達になれるの楽しいみたいな、嬉しい楽しみみたいな子たちもいたんで、マジですげえなって私は本当に心から尊敬。もうほんとさ、皆様頑張っていることをまずは認めていただいて、あなたは本当に頑張っているっていうのをコミュニケーションをさ取ろうとさ頑張っていらっしゃるとかさ、もうすごいよね本当に。私のよくやるちょっとアイディアがあるとすれば、ありありなのはちょっとどうなんだろう、ちょっと学生さんとかだとってなるんですけど、大人になってからだと天気の話マジ最強ね。なんかあれだと思ってほしい。緩和剤みたいな、関節と関節の間のなんか柔らかいところみたいな天気の話で別に仲良くなるわけじゃないんですけど、天気の話で一旦なんかオープニングみたいな、アニメのオープニングみたいな感じで、なんか今から始まるよみたいな感じのなんか潤滑油ってやつですか、だと思っていただいて、天気なんていつでもあんじゃん。だってマジで情報なんか例えば今日めっちゃ晴れですよね、やばくないですかとか、あとめっちゃ暑くないですかとか、もう最近あるあるだとマジ寒いのか暑いのかわからんくないですかみたいなこれマジで私は天気の話結構好きなの好きっていうか入り口めっちゃ良くて、あと場所とかあってね、ここ来るのめっちゃむずいですねとか、めっちゃ迷ってきたんですけどみたいなとか、ここめっちゃ雰囲気いいですよねとか、初対面の人には私は結構なんか別にそれ意識してるわけじゃないけど、なんか入り口として入りやすいかなみたいな、なんか間口が広いというか、それだって通じない人いないじゃないですか基本的に。とあともうちょっと絞り出すと過ごす時間が増えてくるというか、なんていうんですか、例えば会食かなんかわかんないけど、時間が経つにつれとか、あと友達をあるコミュニティで作るとか、職場で作るとかだとめちゃくちゃ大事だなって思うのは、人間関係の中でその人に興味を持つっていうのめっちゃ大事だなって思うのと、でも無理しなくていいんですけど、興味がある人をちょっと見つけるのもいいかもしれない。なんであの人っていつもああいう行動を取るんだろうみたいなとか、プラスの意味でね、なんかちょっとイライラするとかの人とかじゃなくて、あの人って休日何やってんだろうとか気になる人なんか一人ぐらいいません？なんかすごい深い興味じゃなくてもいいけど、あのお弁当美味しそうあの人のとか、なんかそういう興味を持つと、人間に興味を持つと結構コミュニケーションはめっちゃハードルが下がるかもしれないです。聞くだけでいいからだってそうなんですね、そういうことなんですねみたいな、そこまでなんか変な興味じゃなければ興味持ってもらえて、そこまで嫌な気分になる人そんなにコミュニティの中だったらあんまりないんじゃないかなとか私は思うんですけど、でも無理して友達作る必要はないんですけど、でも友達作りたかったらちょっとこれ使ってみてくださいって感じはあります。この人のここ素敵だなみたいなポイントを見つけると意外と話が弾んだりとかして、なんかみんなそれなりにありません？なんか素敵なところ、この人の気遣いめっちゃすごいなとか、この人のなんか姿勢めっちゃ綺麗だなとか、ってことはなんかやってんのかなとか、筋トレしてんのかなとか、なんかそっからこう話の深みが出てくるというか、どうだろう。でもそんな無理しないで、無理して苦しんでやると自分も楽しくないし、多分相手もなんか大丈夫大丈夫ってなっちゃうんで、無理のない範囲で、なんだったらもうファーストステップで素敵だなって思うところをちょっとその日褒めてみるとかだけでも全然違うと思うんですよね。そっから話意外と広がったりとかあったりなんかしちゃったりなんかして、例えばなんか今日のなんかメイクなんか素敵ですねとか、しかも純粋な気持ちでね、なんか変な
なんだろう、純粋な気持ちで、ネイル可愛いですねとか、なんかいつも可愛いけど今日もなんかとても素敵ですねみたいな感じがめちゃくちゃつながりやすいかなって思いますね。いいコミュニケーションが取れるかなのきっかけになるかなって私は思うんですけれど、どうでしょうか。友達の彼氏が苦手です。おうちデートで友達家族に挨拶しなかったり、怪しい行動してたり、でも怪しい行動 ?2 年間付き合っていて、幸せそうな友達を見ていると自分の嫉妬や心の狭さを感じて落ち込みます。落ち込む必要はない。ごめんなさい、なんか出てきちゃって。はい。落ち込む必要はないです。本当に。あなた、人間なんだから、マジ嫉妬やさ、心の狭さ、おったーん。ねえ、いい。そんなのはいらない。まあいい、もう別にいいんだけど、あっていいんだけど、嫉妬なんてみんなしていいの。本当に嫉妬しちゃいけないとか、それをさ、なんかその友達とかにさぶつけたりとかしたらまた別の話になってくるんですけど、いろいろね、なんかその傷つけちゃったりもするから自分も傷つくしね。でも別に嫉妬自分の中でさ、心でさ持ってもいいじゃんって許したら、意外となんか嫉妬しちゃいけないとかって思ってると、どんどんなんか渦巻いて、こうなんか封印しようとすればするほど、なんか物事が大きくなっていくみたいな、自分の中での感情がでかくなっていくみたいなのマジであると思うんで、別に嫉妬してるんだ私、まあそういう時もあるよねぐらいの、マジでなんて言うんですか、自分への甘さ、もう甘くいっちゃおうっていう感じで、私はもう本当に全然嫉妬もしてもいいし、責める必要はないって感じ。本当にどんな感情を感じてもいいんだから、人間なんてって私は思うんですけども、本当にだって感情を感じちゃいけないっておかしくないですかっていう思うんですけど、ダメですか？だって人間の心の中は自由でいさせてください。これなんかシュガーのやつ食べてみます。いきなりいただきます。なんか素朴そうで美味しそう。いただきます。あ、好き。待って、これめっちゃ好き。私なんでこれ今までさ食べてこなかったんだろう。めっちゃ美味しいんだけど。やばいねこれ。これやば。もうさ、本当にさ、なんか自分にさ禁止しないで、いろんなことを。いいのそんなに厳しくしないで。厳しくするために生きてるわけじゃないから。もう正しい人間であるために生まれてるわけじゃないから。ピースなんで。私の好き度はパイもめっちゃ好きなの。ソーセージのやつ。ドーナツで言うと、私はエンジェルフレンチ、チョコかかったやつとダブルチョコレートがめっちゃ好きなの。その2つをいつも購入してて、この子たちには目が行きませんでした。やりたいこともないまま社会人3年目になって25歳になるので変わりたいんですけど、変わることへの勇気もないし、ずっと不安で最近いろいろ悩んでます。萌子さんみたいにどうやったらキラキラで前向きで素敵な考え方をできるようになれるでしょうか。何この、もう優しい、すごいですね。25歳でなんかもう変わりたいって思ってらっしゃるんですね。すごい。それがまずすごいと思います。私やりたいことない方って結構聞くじゃないですか。私やりたいことないんですって聞くんですけど、別にやりたいことなくていいんですけど、もし欲しい方はこれマジで考えてみて。一回時間もお金も何の制限もないとしたら何やりたいですかっていうこと。それが別に職業にならなくねこれみたいなのでも全然 OK で、それをすぐにやりなさいってことでもないし、ただなんかその意外とみんな制限つけて考えてるんですよ、やりたいこと。だからマジで本当に制限ないの。なんかもうお金も何億でもあんの。なんか何億でもあんの。それでなんか何兆でもあって、で時間もとあるの。で人材もいっぱいあって、助けてくれる人がいっぱいいて、なんだろう、他にあと縛りって何ですか？よくあるやつ。そうだとしたら、でもう何でも好きにできるとしたら、あなたは何がしたいですかっていう質問をちょっと自分に投げかけてみた時に、何が出てくるだろうっていうワクワクをちょっと楽しんでみてくださいっていう感じ。なんか別にそれが意外とさ、もうマジで人によって違うからさ、意外となんかもう、いやむしろなんかゆっくりする時間が欲しいだけなんですけどみたいなとかでも全然いい。なんかしかもこれって結構その何回もなんかその期間を空けて何回もちょっとこれを自分に尋ねると意外と変わってきたりするの。なんか前はただ安心したいだけとかさ、もうゆっくり生きれればそれでいいとかだけだったのが、ちょっとずつこうなんか期間が経つと、なんかあれ挑戦してみたい気もするみたいなのも出てきたりとかしたりするんですよ。勇気もないし、いや勇気ないよね。わかる。怖いよねマジで。もうわかる。私もよく吐きそうになるくらい怖くなる時ある。わかる。でも別になんかそんなズバーンって変化しようとしなくてもなんかもういいと思ってて、なんかちょっとずつもうそれこそ副業とかで好きなことやるとか
なんかもうそんな一気に転職ズバーンみたいな、一気にフリーランスドーバーンみたいなことしなくても、なんかもう安心の中でもちゃんと好きなことをこう変化させていけれる時代なんで、私は結構それおすすめですね。結構マジで私たちって知らないうちに自分の考え方に制限かけちゃってたりするんで、そうしたらそれは出ないよねってなりますよね。だってこれあれやりたいかもって思っても、でもこんなん売れないよねとか、こんなん仕事にならないよね、お金発生しないよねとかさ、すぐさティロリロリロンって出てきたとドーンってハンマーで叩くからさ、そりゃさ出てくるの嫌がるよねって思うよね、自分の本音も。ちょっとこれはちょっと聞いてみてほしいですね、ご自身に。恋愛したいのに好きな人ができません。わかるわかる。これはもう私に相談してしまって本当にごめんなさいって感じ。私何のアイデアもありません。なんかできないよねくらいしか言えない。ねえ、恋愛したいのにね。引っ越し真っ最中なんですが、物が捨てられなくて困ってます。物を躊躇なく処分できる性格になりたい。でも私もう結構捨てれないタイプだったんですよ、昔。ただって私なんか本で読んだんですけど、確かになんか物もなんか使わない私にずっと取っとかれるより、喜んで使ってくれる人に使われた方が絶対良くないみたいな、絶対良くないみたいな、多分なんか本で見て、確かにって思って、私も。だからなんか、本当に感謝の気持ちを本当にありがとうございました今までって感じで、感じながら、売りに出すとか、リサイクルするとか、友達にあげるとかしたら、結構罪悪感マジで、躊躇なくさよならできますよ、これ、マジで。私が物だったら、喜んでくれる人に使ってもらいたいんでって思ってキープされてるさものになりたくないじゃないですか。だから私は今までありがとう、来てくれてありがとうって思って、次に役に立つこんなんごめんね、なんかもう全然違う。いや私はそれはちょっと違うと思って思ったら本当に気にしないで、本当に人それぞれだから。塾バイトしている大学生です。いじめ系の相談してくれる中学生に対して何もできないのが辛い。わかるー。あれってさ、マジでさ、それはさ、こっちとらさ、なんか乗り込んでいいんだったらさ、乗り込めるけどさ、乗り込んだところでさ、多分さ、なんて言うんだろう、あれってさ、根本解決しないと無理じゃないって思わない？いじめって。なんかそこで、じゃあいじめやめなさいあなたたちって言って、やめれるんだったらやってねえよって思わない？なんかマジであれ私思うんだけど。でも根本解決するとか言い出したらさ、もうその子のさ、いじめてる子とかのさ、なんか人生からまず、いろいろ見ていかないといけなくなるからさ、もうマジでさ、むずいよね。でもね、多分私思うんですけど、この塾のさ、先生がさ、お話聞いてくれるだけでも本当にさ、心は助かってると思うの。話聞いてくれるだけでもさ、否定せずにさ、聞いてくれる大人がいるっていうだけで、私はね、もう本当にね、だって私話せなかったもん、いじめられてた時。逆に大人に恥ずかしくて。だからこれ本当に信用してくれてて、多分この中学生の方は。だからマジでなんかしてあげようって気持ちもめっちゃわかるんですけど、もう聞いてあげるだけでも本当にオアシスだと思う、本当に。否定せずにさ、なんか、いや、生きなよとかさ、いや、あなたが悪いよとかさ、言わずにさ、本当にそっかそっかって聞いてくれるだけでも本当にさ、もうなんか、なんて言うんだろう、心の保健室みたいな、心の温泉みたいな、本当にそれだけでも心はマジでね、何かしてあげたいって思うけどね、本当に思うけど、これってマジでむずいんですよね。多分これ反抗したところでいじめ、じゃあ反抗しなよって言ってさ、いじめられてる子がさ、反抗したところで多分そういう問題じゃないんですよ、マジで。難しいよね。でも私一個、なんかニュースの記事で読んだのがあって、なるほど、そう確かにそうかもって思ったのが、なんか先生がクラスのみんなの前で、なんかいじめる子って結構かわいそうな子が多いんですよね、みたいな、なんか、ことを話したクラスというか先生がいらっしゃって、で、それでマジでいじめがなくなったみたいな話をされてて、かわいそうな子っていうか、なんで哀れっていうか、なんだろう。なんかいろんな面で、なんか満たされてない子が多くて、みたいな。それいじめが OK ってことじゃなくて、そういう側面もあるっていうのをクラスの前で話したらしいの。そしたら、いじめる側も、いじめることが恥ずかしくなったっていうのがあって、だって自分がかわいそうな人っていうレッテルを貼られるわけじゃないですか。いじめたら。なんかそういう話もあって、いや、これが一概になんか全部うまくいくとかないんですけど、この方法で。でも確かにそれは結構今までにないアプローチだけど、
ありえるだろうなってめちゃくちゃ思いました。だからってね、許せとかはまた全然違う話なんですけどね。脇汗問題どうしてますか？これ多分ね、私がね、前、脇汗問題どうしようみたいな話をしてたと思うんですけど、私、ごめんなさい、なんか食事中に、食事中なのは私なんですけど、もし食事中だったら本当にあれなんですけど、申し訳ないですって感じなんですけど、私、匂いは、これ、でも汗と匂いを抑える制汗剤って書いてあるもんな、これ。だから多分、これ汗の量とかも減るんだと思うの、これ。これを私は言っても、これ多分めっちゃ有名でどこでもあるんだけど、レオナチュレを私はめっちゃ愛用してる。これ本当にマジで、なんか多分汗もかきにくくなってるし、匂いはもちろんなんですけど、これマジでおすすめ。で、汗、でもこれでは弱まらないよって方は、その量ね。匂いは多分これで大丈夫だと思う。で、弱まらないよって方は、汗パッドかな、私のところは今のところ。違う、私は今のところ。でもこれはマジでおすすめ。これどこでも買えるし。これはただあれ、なんか記念のやつでピンクなだけで、多分もう普通は白のパッケージかな。これはもう私はもう夏になると、はい。すぐ出陣させて、一緒に戦に行くぞっつって、はい、ぬりぬりって感じで、ぬり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 って感じでやってますね。3月に30歳になりました。これまでいろいろなことに激悩みしてきたので、今が一番楽しいです。よかった。そういう年代だよね。周りの結婚、妊娠、出産に大喜びの反面、どんどん置いていかれてる気がしていて、ずっと私は私っていうモチベを保つのってむずいですよね。でも結局私は私、笑い。よければもよこさんのモチベの保ち方を教えてください。でもさ、でも私の中にあんまここにモチベなくて、なんて言うんですか、モチベというよりかは、私は私でしかなさすぎて、だって、慣れないので、私以外には。そうか、そういうことか。でも、周りの、その、選択の方が正しいのかもって思うことに関してってことですよね。でも、わかります。でも私は勝手に今で自分がやってることは自分の中でできる選択の中で最善を選んでるって勝手に思い込んでるので、結構その思い込み大事かもしれないです。今やりたいと思ってるからやってることが私の選択の中で最善なんだっていう思い込みを持ってます思い込みマジ大事だなって思います。だからなんか別にそれで将来後悔したとしても別に私はその時にできる最善の選択をしたんだっていうその思い込みによってそうだったっつってあの時できるあの時はあれがマジで私ができる中で一番最善だったんだもんって感じで生きてきてますね。過去のことも。だから過去のこともそんなに後悔はなくて、そんなにっていうか、後悔なくて、だってその時できることをやってきたんで、なんかすんげえ努力して生きてきたんで、私ってことじゃなくて、マジでそんなことはしてないんですけど、マジ根性とかあれなんで、私。だけど、例えば、だらだら休んでたわ、後悔とかじゃなくて、だらだら休んでたとしても、私の中ではそれが最善だったんですよ。だらだらして休むことが、みたいな。もう決めちゃいます、自分で。だって最善だもんみたいな。病気になった家族を支えている人、過去私が一番大好きな人の心の支えになるにはどうしたらいいですか？これはちょっとごめんなさい、勝手に私の意見なんで本当にこれ違うって思ったらマジでスルーしてほしいんですけど、心の支えになろうと思わないことですかね。意味わかんないですよね、ごめんなさい。でも友倒れしちゃう可能性あるんですよ、これマジで。救おうとすると、その方を救おうとすると永遠のループに入っていくんですよ。そうすると2人でやっぱ向こうもそれは頼りたいってなっちゃうじゃないですか。だからなんて言うんですか、ご自身が溺れちゃったらマジで友倒れルートしかなくて、海でさ溺れてる人をさ助けに行く時はやっぱ自分が安全な防具を着てるなんですか、浮くやつ着てたりとか浮き輪持ってないとあなたも一緒に溺れちゃうんで、そしたらもうその時点で長続きしないじゃないですか、その支えとして。だから私はまず何より第一に自分が幸せに生きていることが第一で、その上でもし話を聞いてほしいって言われたら聞く。でもだからといって苦しいって自分もならない程度に聞く。で助けれるとこは助ける。でもまず自分を優先するっていうのがめちゃくちゃ長いスパンで見たら大事かなって私は思うんですけども、本当にこれはいろんな考え方があるので、もうご自身の一番心地よい方を選択してくださいと私は言いたいですけども、私の場合はそうしますね。で、私はその人のことを別にそう言わないですけど、その方にはご自身で幸せになる力があるっていうのを信じ続けます。言わないですよ、それ別に本人に。彼女自身で幸せになる力が備わってる、大丈夫って思いながら私は自分の幸せを生きます。そしたら意外となぜか助けになっていたりとか元気の源になっていたりとかしたりすることもあります。はい、これはもうそこら辺の
意見と、そこら辺に歩いてる人間の意見と受け取ってください。大切な内容なので、本当にいろんな状況もありますし、好きな人に好きって言いたいです。言ってー、何これマジで青春じゃないですか。本当に青春じゃないですかって言って、本当にね、好きな人に好きって言いたいよね。いいよ。ダメか。でもなんかわかんないもんね。なんかそのシチュエーションわかんないからあれなんですけど、いいなぁ、いいよね。なんか可愛い。ちょっとこのココナッツちゃんをいただけていこうと思います。そんなにでもココナッツの味そんなにしないよね、多分。いただきます。あ、うまっ。何もう結局全部美味しいじゃん。ミスドさんってさ。でも、なんか不思議な食感。でも美味しい。でもココナッツの味はそんなしないね。そんなってか全然しない。チョコの味は単純にめっちゃ美味しい。うまっ。生理不順がものすごくストレスなんだけど、お薬怖いです。病院で相談すべきですよね。これはね、結構相談すべきかも。これはマジで病院で相談してください。お薬別に絶対、病院行ったらお薬絶対飲まなきゃいけないってこともないんで、一回ちょっと先生のお話を聞いてみるっていうのは良いと思います。あと、一発でいい先生に巡り合えたらいいですけど、その相性的に。そうでない可能性もあるんで、ちょっと2、3件回ってみるのがベストかもしれないですね。ちょっとお話を聞いてもらうだけでも本当にいいと思います。まず、すぐ薬飲めってこともないんで大丈夫です。本当に。これは、はい。できたら行った方がいいと思います。無理のない範囲で。彼と付き合って1年経つのに、未だに名前で呼ぶのが恥ずかしくてできない。どうしたらいい？かわいいですけども、これは言えばいいんじゃないでしょうか、それを。なんかさ、名前呼びたいけどめっちゃ恥ずかしいんだけど、とか、でもマジでかわいくないですか？ちょっと、ごめんなさいね、変な人が出てきて。はい。すいません、ちょっと引っ込みます。もしくは、なんか、かわいい。ちょっとお家で練習してみるのはどうですか？たけしみたいな。たけてんみたいな感じで、ちょっとなんか練習してたらなんかポロッと言っちゃったりしないかな。なんかデート中とかにさ「たけてん」って言っちゃったりとかしないかな。かわいい。それかなんかどういう系かわかんないですけど、なんかちょっとおちゃらけ系で恥ずいとかだったらマジで最初は違う系からちょっと攻めてみるのはどうですか。遠回りに「たけぽん」とか「たけたけ」とか「たけたけしようとこん」とかなんかなんかちょっと違う遠回りでこう攻めていって最後に「たけし」みたいな感じでどうですか？マジで使えねえこのアドバイスマジで使えないよねこのアドバイス。本当にごめんなさい。なんかそこら辺のトイレットペーパーに書いてある殴り分けだと思ってどういうこと？本当にどういうこと？去年からパニック障害になりました。萌子さんのパニックについて出してくれた動画に何回も見直してます。萌子さん流の今の自分を受け入れてあげる方法が知りたいです。毎日辛いです。ちょっと待って、今の自分を受け入れるのちょっと一旦置いといて、私思うんですけど、パニック障害って自分がさ長年やってみて思ったんですけど、多分頭の中で永遠にぐるぐるしてるんですよ。同じ、違ったらごめんなさいね。私の場合そうだったんですけど、苦しい思考が、考えがずっとぐるぐるしてるんですよ。で、こうなったらどうしようとか、あなたどうしようとか、こうなったら吐いちゃうかもとか、倒れちゃうかもとかって、こういうのがずっとぐるぐるしてる時に結構パニックをされてやすかったんですけど、私の場合。多分その動画も多分私知ってるんですけど、なんかそのぐるぐる思考っていうのがマジで結構引き起こしてる気がしてて、自己肯定感とか無理に上げなくても、まずなんかその瞬間にめっちゃ集中するっていうの結構私なんかパニックの時にめっちゃ良かったなって聞いたなって思うのがあって、本当に今に集中するんですよ。マジで。なんかその思考じゃなくて、だったら例えば私だったら今ドーナツ食べてるじゃないですか。ドーナツ食べてるとか、この椅子座ってるとか、もうぐるぐるしてる時、なんか未来の不安か過去の後悔にちょっと行っちゃってるんで、頭の思考がね。だから今にずっと瞬間持っていくんですよ。で結構ね、これを話されてる先生とかもいらっしゃって、精神科のなんかこの色を見てみるとかね、これピンクなんだとか、最初は絶対あれですよ、すぐ思考が持っていかれますよ。すぐなんかでもこんなことしてて何の意味があるのみたいなとかなるんですけど、分かりやすく言えばもうめっちゃ五感を感じるっていうこと五感を使うってことなんですけど、ドーナツの手触りとかもさもさしてるとかで、一番結構なんかね、パニック障害のことについて多分精神科の先生がなんかの動画かなんかで話されてたんですけど、結構それが難しい場合は、例えば食器洗ってる時に食器洗ってるって言いながら食器洗ってるとか、自分の行動について声を出すとか、ごめんなさいね、一人暮らしとかじゃなかったらちょっと変な人って思われちゃったらあれなんですけど、一人の時とかにやってほしいんですけど、こうやってなんかドーナツ食べてるみたいな、今やってることに集中するみたいな。そしたら結構ね、口に出すと、考えが意外と
いかないんですよ、そのぐるぐるの方に。それちょっとマジで一回ちょっとやってみてほしいですっていう、自分を受け入れてあげるとかはそんな無理してしなくても後々受け入れられるようになるので、ちょっとトライしてもらえるとちょっと嬉しいなっていう感じで、多分人間の脳の作り的に多分どっちもはできないので、その今の行動に集中しながら未来の不安とか後悔、過去の後悔を考えるっていうのは多分できないので、確か使ってる場所が違うんで。なのでそういうちょっとやってみてもらえたら、暇な時、時間がある時、余裕がある時にでも。ごめんなさい、あんまり役に立てなかったら。ということで最後にチョコレートをいただこうと思います。どうしよう、ダブルチョコレートより美味しかったら。うまっ。あ、やっぱシュガーがかかってることによって結構甘い。あ、でも私はこれはダブルチョコレート派かもしれない。ちょっと甘いかも、だいぶ。美味しい。うまっ。いや、これも好きだわ。ということで、私の、スキドが増えました。今回の挑戦により。私の新しいスキドは、シュガーレイズドさんです。なんて言ったの、今。わー、おめでとうございます。ありがとうございます。新しい出会いに感謝。っていう感じで、はい。めっちゃ美味しかったな、シュガーレイズドさん。ということで、今回も、すべての、本当にお答えできなくて、本当にすいません。すべての、ご相談に。もうなんかちょっとでもなんか参考になってれば嬉しいですけども、本当に私は違う意見だなと思ったら全く受け入れる必要はないので、お好きなところだけ、はい、抽出していただいてはい、好きなことをみんな信じて生きていってください。お願いします。好きなことを信じて、自分の好きなところを見つけて、人の好きなところも見つけて、もう好きなところだけ見ていこう。人生もう甘い人生にしていきましょう。本当にシュガーレイズドのように甘い人生にしていきましょう。うまくまとめました。はい、ということで今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃまたねー。バイバーイ。じゃんにー。